今回は途中経過です。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。性能を確認するために風洞を自作することにしたよ。完成した風洞で全力ミニレイクのダウンフォースを確認。圧倒的にダウンフォースが足りないことが分かったので、シンプレシムさんの協力もあり、CFD で空力性能を改善していってますよ。前回の動画、リアのトリプルウィングで、目標だったダウンフォース 280g を達成できたので、実物を作っていくことにします。計算のためだけに、即席で作った不格好なモデル。ところが、なんということでしょう。少しだけかっこよくなりました。まあ、リアウィングをネジ止めにしただけなんですけど。あと、翼端板は F1 を参考に形状を整えてみました。そういえば、最近の F1 マシンから翼端板が消えたけど、あれはなぜ？知ってる人いたらコメントをなしゃす。あと、ローラーとタイヤは実際に使う予定の、ユータ選手 &NSK 共同開発ローラーをモデル化しておきました。モデル修正前後のダウンフォースがこちら。横軸が空気抵抗で、縦軸がダウンフォース。修正前が緑のトリウィングの20度で、修正後が水色のトリウィング20度修正2です。ダウンフォースは 252g でほぼ同じ。空気抵抗は 26g から 27g に 1g 増えました。これはローラーとタイヤの幅を 2mm から 3mm に変更したからだと思います。で、モデルの修正中に気づいたのが、ホイールベースは最適なのか？問題。これまでは、普通のミニ四駆に合わせて、ホイールベースを 80mm としていましたが、ルール無用なのに、そこにこだわる必要はないだろうと思ってきました。ということで、ホイールベースを変化させた、計算結果がこちら。横軸がホイールベースで、縦軸がダウンフォース。緑が後輪、赤が前輪で、青が合計のダウンフォースです。結果から、ホイールベースが 90mm の時に、ダウンフォースが最も大きくなる模様。これは後輪がプロペラと同じ位置になります。スロープでのコースとの接触を避けるため、後輪より後ろでサイドスカートを逃がしていたのが、影響しているみたいです。ということで、修正したモデルを、宇宙刑事風味の 3D プリンターで印刷していきます。ミニ四駆には強度が必要。ということでカーボンファイバー入りのフィラメントを、使っていきます。出来上がったものがこちら。厚さ 1mm に 2mm のリブを2本で強化。さすがカーボン入り、なんともないぜ。なんですが、表面はだいぶ粗い模様。空力を考えるとこの表面粗さは致命的では？ということで、ボディとリアの翼は光造形で印刷。さすが光造形、表面がツルツル。なんですが、めっちゃ柔らかい。このままだと翼がたわんで意図した効果を発揮できなさそう。カーボン削り出しとかにすれば、剛性と軽さを両立できそうですが、翼の形状の精度とかを考えると難しそうです。これは困った。夜はぐっすり眠れるぐらい考えて、大きくすることにしました。厚さが 1mm 程度しかなかったので、どうやってもたわんでしまいますよね。なのでリアウィングの大きさを2倍に拡大。厚さを 2.5mm にしています。あと、チャッピーとお話ししていたら、F1 みたいな2段翼の最適値を教えてくれたので、1段目と2段目の水平距離は 0mm。高さ方向のギャップは厚さの 1.1 倍。1段目の向かい角は18度。2段目の向かい角は30度にしています。CFD でダウンフォースを確認した結果がこちら。厚さを2倍にしたダブルウィングは、ダウンフォースが驚異の 339g。これはでかい。だがしかし、
空気抵抗も 49g と大幅に増えました。これではスピードが足りなくて、そもそも LC で飛べない可能性がありますね。ということで、厚さを 1.5 倍にした。ダブルウィングも計算。空気抵抗は 37g でダウンフォースは 290g。程よいところに収まりました。あと、チャッピーのおかげで、空気抵抗とダウンフォースのバランスも、良い具合になっているようです。ということで、リアウィングを2倍にする前後の、コンターズを確認してみましょう。上が元のリアウィングで、下が2倍の絶対速度。翼の面積も向かい角も違うので比較障害がありますが、2倍の方がこの辺りの気流が良い感じに見えます。ベンチュリーブの流速も速くなっていそう。あと、2段目のよく下に流速の速い部分がありますね。制圧のコンターズがこちら。2段目のよく下は明確に圧力が低くなっています。これはダウンフォースを大きくしていそう。流線はこんな感じ。1段目と2段目の水平距離を 0mm にしたので、キャップを通る気流が増えたような気がします。ということで印刷してみました。2倍の大きさにしたリアウィングは、十分な強度がありそうです。1.5 倍のリアウィングは、ちょっと柔らかいか？まあ、テスト水準として取っておきましょう。ちなみにボディはこんな感じ。光造形なのでよく下のシェブロンも、しっかりとした形に造形できてます。よく下の壁の厚さは 0.3mm なので、向こう側が透けるぐらい薄いです。翼の上側は前回と同じように、0.2mm 厚のカーボンシートを切り出します。薄いカーボンシートはハサミで切れるので簡単。こんな感じでボディに差し込む形になってます。あとはサイドスカートとモーター、プロペラとリアウィングを取り付けて、配線をすれば組み立て完了です。試運転。いい振動だ。プロペラの回転方向も問題なさそう。止まった状態でもやんわりとダウンフォースを感じます。勝った、第3部間。と思ったんですが。うわー、マジか。まさかの 80g。空力改善前が 44g だったので、36g の増加。確かにダウンフォースを大きくするために、ボディを長くしたり、リアウィングを追加したり、重くなる方向だったのですが、まさか2倍になってしまうとは。ちなみに重さが2倍になると、2倍のダウンフォース、560g が必要になります。ということで、ダイエットする必要がありそうなので、今回はここまで。ダイエットの良いアイデアがあったら、教えてくれメンス。ではでは。最後まで見てくれてありがとう。よかったらもう一本動画を見ていくのだ。